どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバー22エイジドヴィンテージダービーの完成仕上げをやっていきたいと思います。まずはソール仕上げからコバ積み上げの仕上げまで終わった状態です。まずインクを入れていきます。ノルベジェーゼ製法は外側に糸が3本見えてるんですけど、一番外側の出し縫いは茶色くコバと同じ色に染めていきます。ウェルト面もコバと同色です。そして次にソール底面の仕上げをしていきます。今回ナマズコレクションは全部ナチュラルソールですね。同じソールの仕上げ剤、イギリスから仕入れたこの黄色っぽい仕上げ剤をソールに塗って磨いていきます。次にソールのコバですね。ローを塗り、熱したコテで溶かし込んでいきます。そしてウェルト面ですが、ウィールにローをつけ、しっかりとギザギザの面を作っていきます。ここがメリハリよくしっかり決まっていることで、靴の額縁のようになって、このノルベジェーゼ製法の複雑な縫い目をしっかり足元から支えます。アイロンがコバ面だったり積み上げ面全体に当たるように動かしながら全体まんべんなく行き渡った後に布で磨き、そしてブラシで磨きます。ということでソール仕上げが終わった状態、最後に磨いていきます。この革はですね、エイジングレザーということで何度もクリームを革の状態から塗ってます。なので革の状態としてはすごくいいですね。でこの釣り込んでからも1回クリームをかなりしっかり塗り込んでるんですが、今回最後もう一回塗り込んで仕上げていきます。アッパー全体に塗り込んだ後はブラシにクリームを取って、このステッチの部分ですね、特徴的なノルベジェーゼ製法のステッチ部分にもクリームを塗ることでステッチがねコーティングされてツヤ感が出ますね。このステッチに塗り込んであるチャンは松ヤニとローで構成されてるんで、結構そのままでもブラッシングすれば輝くんですけど、より美しく。この革はもともとの質感ももちろんそうなんですけど、やっぱりこうエイジングさせてきたことによって革がより滑らかな感じ、傷とかシミもあるんで、ツルツルのピカピカっていうのともまた違うんですけど、表面が艶やか。軽くブラッシングしただけでこれです。こちらシューツリーです。こんな感じで作ってみました。形が変わってますね。この持ち手の部分、ナンバー16のこちらもノルベジェーゼ製法で作った時にこういった木の取っ手をつけたんですけど、なんとなくこのノルベジェーゼの
質感にどうしてもこういった感じをねやりたくなるんですよね。でこれをつけるためのこういう形状にしてみました。ちょっと普通とは違いますね。少し昔っぽいというかね、温かみのある感じ。シューズリーがぐっと靴の中にぴったり収まるような形になっています。つま先とかかと、やんなくてもいいぐらいな感じなんですけど、軽くワックスやっていきます。せっかくこのエイジングレザーの質感があるので、それを潰さないように。そしてそもそもかなり光沢感あるので、やりすぎて不自然にならない程度にワックスを塗っていきます。こういったところの傷、表面的に傷がいってるっていうのももちろんあるんですけど、というよりはこの擦れたところが他の場所とのエイジングの違いによって色がランダムにムラになってるみたいなね、そんな感じなんですよ。もちろん実際に凹凸感も多少あります。だからそういうエイジングっていうのは、狙ってできないランダム性みたいなところですよね。でそれによって得られる自然な風合いみたいな、でその自然な風合いが生まれることによって革としての説得力が増すっていうか、奥行き感が出るんですよね。なんか人間って規則的な中に少し不規則性があると刺激されるらしいんですよ。規則性っていうのはすごく安心感があってホッとする。ただ完全に規則性があるとつまんないというか刺激が足りないんで、その規則性っぽい中に少し不規則な面があると引きつけられるらしいんですよね。でこの革の表情っていうのは全体としては全体で見れば一定じゃないですか。色味とか質感っていうのは一定。ただよくよく見るとちょっと傷があったりとか色ムラがあったりみたいな、そういった規則性の中にある不規則性、そういうのがエイジングされることによって自然に生まれてくるので、やっぱりエイジングされた革っていうのは引きつけられるというか、言葉なしにいいなとなんか勝手に思っちゃうみたいな、そういうのがあるのかなと思います。そもそも革っていうのはその規則性と不規則性っていうのが同時にある、そもそもこの新品の革でもですねあるんですけど、やっぱりそれがより深まるっていう感じですかね。最後にヤギ毛のブラシで仕上げます。靴ひもは少し太めのコットン編みひも。穴に対して少し糸が太いんで通しづらいんですけど、これぐらいのちょっと太めな感じの方がこの靴の雰囲気によく合うので、これ入れていきます。使っていくうちにね少し馴染んでくると思います。ということでナンバー22エイジドヴィンテージダービーが完成しました。今回のナンバーズコレクション3足は時とエイジングをテーマにして制作した3足。このナンバー22は革をまずエイジングさせてから、そのすでにエイジングされた革を使って靴を作り始めるというね、
ある意味前代未聞の試みとなったわけなんですが、こうして完成してみてやはり間違ってなかったなと思っております。本当に迫力があります。かっこいいと思います。ナンバー23の方はエイジング加工でしたが、こちらのナンバー22のエイジングというのは加工というよりは自然なエイジングですね。それはもちろん自然の力を借りた時間の力と、そして紫外線の力を借りたっていうのはもちろんのこと、これをエプロンにしてナンバー23の靴作りを行ったと、そういう時についたランダムな、ある意味自然な傷ですよね。そういうのがこの革に蓄積されて、こうして深みのある表情になっております。こちらデザインとしてはクラシックなエプロンフロントダービー、そしてノルベージェ製法ですね。今回のナンバーズコレクション3足っていうのは実は隠れイメージというか隠れコンセプトとして、せっかく3足作るのでそれぞれ違ったイメージでね制作しようかなというところで、エイジングの手法ももちろんそうなんですけど、国ごとのスタイルの違いというかイメージの違い、作風の違いっていうのをやってみようかなと、それをデザインの始まりにしたんですけど、このナンバー22はフランスグッズですね。こう言って一番最初に思い浮かぶのはおそらくジェーム・ウエストだと思うんですけど、もちろんジェーム・ウエストのフランスの靴なんでそういったものもありますし、他にもコルテだったりとか、ちょっと違いますけどジョン・ロブ・パリですね、ビスポークとかで、あとはフランスというとベルルッティやオーベルシーなどなど様々ありますが、結構色気のあるシャープなものもフランス靴であれば、こういった丸みのあってどっしりとしたものもあります。今回はその丸みのあるどっしりとした方のイメージですね。こうしてパッと見るとすごく革綺麗ですが、しっかりエイジングの痕跡が見られます。こういった部分とかですね、こういったところエイジングされてる革の表情全体を見つつデザイン型紙を入れてるので、どこにどういう傷が大体入るかっていうのはある程度コントロールしてます。というのもですね、このつま先のこの辺り丸み感、非常に今回デザインとして大事なので、この辺にがっつり傷が入ってるとそれはそれでまた狙ったものとは違うんですね。なので一番傷が入ってるっていうのはこの内側のこの辺ですね。この辺にはあえて強めの傷を入れるようにしてます。他にもこの靴エイジングの要素としては傷以外にもたくさんあります。例えば色ムラですね。これパーツがこことここ分かれてるんですが、もちろん同じ革です。ただこちらの細いパーツの方が少し色が薄く見えると思います。これは取る部位によって多少色味が違ったりとか、あとはこういったつま先に見られるこの辺ですね。傷ではないんですけどうっすらシミっぽい色ムラっぽい感じだったりとか、この辺りに少しシワ感が強めに出てたりとか、靴にする際に結構しっかり引っ張るので、そういうシワとかって革の時点でついてても伸びたりするんですけど、部位によっては残ってたりとか、革の表面の微妙な違いっていうのも現れてますね。でそういったこのエイジングレザーの迫力、奥深さを生かすために手縫いの工程を多めに入れてます。手縫いすると何がいいかっていうと、やっぱり手縫いでしか出せない糸目、ステッチのデザインってあるんですね。例えばここのモカ部分、これもちろん手縫いでしかできないんですけど、皮をつまんでぷくっと膨らませるような縫い方。そしてこの部分二重にステッチになってるんですけど、一番上はミシンです。この辺もミシンですね。その下にあるのがこれ麻糸で手縫いをしてます。これはよくよく見るとやはり糸の太さももちろんなんですが、糸の質感、そして糸の縫い目の形が微妙に異なります。そしてソールですね。これノルベージェ製法なので、こうやって糸が外にガツッと見えてくるのが特徴なんですが、ここもやはり手縫いでしか出せないデザインですね。太い麻紐を縫いながら、それに飾りの糸を絡めて、こういったうねうねと蛇のような形状、その下にはもう一段細かい縫い目、さらに
縫い目は隠れてますが、この茶色く隠れてるとここギザギザ一目一目縫ってます。そうした手縫いの工程がたくさん入ってくることによってクラフト感、このクラフト感っていうのは不均一性みたいなそういう意味ではなく、均一で正確に作られているんだけどどこかに漂うぬくもりみたいな、工業製品ではない質感、柔らかい質感みたいな、そういうのがこの靴全体から溢れていると思います。そしてこの木型 MTO のスタンダードラスト 26.5 センチと履き心地としては同様なんですが、つま先の形状を変えています。ステッスンを削ってショートノーズ、ボリュームのあるラウンドとですね、少し短めのエプロンとつるっとしたつま先によってよりこの丸み感というのが強調されていると思います。かかとは、このデザインとしては基本スタイルなんですがシームレスヒールですね。内側に継ぎ目を持ってきています。ソールはノルベジェゼ製法をしっかり支えているダブルソールですね。ダブルソールといってもですね、実際ここのコバの厚みとしてはシングルソールです。ただこのノルベジェ製法っていうのはウェルトがないので、このコバに見えている部分、これはウェルトではなくてミッドソールですね。ミッドソール、アウトソールということでダブルソールになっています。そしてかかと周りもノルベジェで縫い上げるダブルウェルトですね。ソールはシンプルに何の装飾もないナチュラルソール。ちなみにこの靴、インソックもアッパーと同じくベージュグレザーです。シューツリー抜いて中見てみるとこんな感じですね。結構ここは傷が強めの部位を使っています。そのライニングっていうのはまたアッパーのエイジングとは全然方向性が違うんですよね。どっかに擦れることっていうのはない、基本的に靴下とのただただ押しつぶされるような摩擦なので、すごく飴色の経年変化きれいにするんですけど、すでにねエイジングレザーなんで結構経年変化してるんですが、まだまだ光沢感とかね色の深みっていうのはね出ていくと思います。この靴、あらかじめエイジングさせた革を使って靴を作るというね、思いつきそうで思いつかないような靴作りのやり方なんですが、これなぜ、その発想に至ったかというと、今僕がしているエプロン、こちらですね。このエプロンもうかれこれ4年ぐらいしてまして、デニムで作られたエプロン、これは自分では作ってないんですけど、それに鹿の皮を腰下に縫い付けたというね、本当簡易的なものです。これずっと使ってますね。これを使って靴を作る時っていうのは、こう座ってここに靴を置いてトントンとやったり縫ったりするわけなんですけど、ここにずっと靴が触れてたりとか、ここでゴミを受けたり、釘で傷ついたりするわけですね。そしてこう4年経ってこんな感じになってるんですけど、これ、ボロいといえばボロいです。実際ボロいです。染料はついたり擦れたり、革としては全然いい状態じゃないんですけど、こう使い込んだ革の感じっていうのはボロいけどでもかっこよさっていうのも同時にあるのかなと思います。これを見ていてふと思いました。このエプロンの革で靴作ったらどんな風になるんだろうなと。もちろんこれっていうのは極端で、結構破れたりもしてますし、結構切り傷もたくさんある、インクのシミみたいなのもたくさんあります。そしてこれエプロンに縫い付けたから一度もクリームとか塗ったことはないので、革としてはいい状態ではないですね。ただこれを、ここまでやらずともこういった工程を経た革を靴にするというのは面白いんじゃないかなと思いました。そして実際にこのナンバー22のエイジングレザーを使って、その上でこちらナンバー23のニューアンティークオックスフォードを作りましたね。これはこのエプロンと同じようにボロボロになって困るし、インクの汚れとかつくのはなんかエイジングとも違うので、この革を使う工程っていうのはインクを使わないとか接着剤がつかない工程っていうのに限定しましたが、それでも結構ね革に対してはいい意味でのダメージがね蓄
積されていきました。だからこの二足っていうのはなんていうか、ある意味、兄弟っていうか親子っていうか、この川の上でこれが生み出されたっていうね、面白い関係性ですよね。この川のエイジングっていうのは実際に履いたエイジングとは違うものですが、疑似的にそれを再現して靴作りの中でのエイジングをまた別な靴として生まれ変わらせるみたいな、ナンバー22エイジドヴィンテージダービーはそんな作品です。ということで、もう2025年東京展示会も目前に迫ってます。ぜひね、こちら実物見ていただいて、ナンバー23の時もそうだったんですが、やはり映像では伝えきれない細部微細な質感っていうのがありますので、ぜひ実物見ていただけたらなと思います。東京展示会は12月の5日から7日金土日ですね、渋谷の展示会場で行います。詳細概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。またこちらは当日先着順で販売しますので、金額等の詳細も概要欄のブログに掲載しておきますので、そちらもご確認ください。ということで、展示会でお待ちしております。それではまた。